あ、これあぶねえか。ちょっと疲れてきた。早くないっていうね。はい、皆さんこんにちは。車の大自然科学科シノピーです。今回はこちらエルシードの油膜取り鱗クリーナーというおそらく新商品ですね。ガラスの鱗とかを除去する商品、こちらを使っていこうかなと思います。僕これこの間使ったんですよ。いつかと言いますと5月末ジェームス広島に行った時に実際に商品を使ってみるようなイベントがね午後あったんですよ。でガラスの撥水編でいろんな商品を用意してもらって来てくださった方と一緒に使ってみたり、僕も使ってみたり、普段僕がやってるみたいな、実際に使ってみた感想っていうのかな、メリットデメリットを含めて一緒にこう話し合いながらイベントは進んでったんですが、その時にね使わせてもらったんですよ。でその時が初めて、動画ではね紹介していないので、その時の実際に使ってくださった方の意見とかも含めて今回こちらをね使ってみようかなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。ちなみに2000円ぐらいです。はい、そしたら外にやってきました。で今回はこの車でちょっと試していこうと思います。わかりますかね、この辺とか結構びっちり鱗があるので、これが落ちるのかどうかっていうところですね。はい、そしたらこちらが商品ですね。裏面に特徴とかが書いてあります。でこの商品の特徴はこの特殊スポンジでスピード除去ということで、スポンジがね特徴的です。でセット内容は油膜取り鱗取りクリーナー 50ml と特殊スポンジ1個ですね。かなりシンプルです。で続いて使用方法ですね。丸1、ガラス面の砂や汚れをシャンプー等で洗い落とし、軽く水滴を拭き取ってください。軽くなんですよこれ。濡れた状態でも施工可能ですが、汚れの除去効果が低下する場合があります。なので水がすごいびっちゃびちゃっていうよりかは、軽くついてるぐらいの方が効果はあるみたいです。丸2、キャップを閉めたままボトルをよく振り、付属の特殊スポンジ施工面に液剤を適化します。丸3、スポンジが乾かないように液剤を足しながら磨き、30センチ四方を目安にガラス面の液剤が弾かなくなるまで縦横に磨きます。丸4、磨いた後たっぷりの水で液剤を洗い流し、クロスなどで水滴を拭き取ります。で鱗が落ちにくい場合は繰り返し作業を行ってくださいということですね。なるほど。で成分、結晶質シリカと研磨剤の中性みたいです。そしたら実際に使ってみますか。じゃあちょっと中を先に見ていきます。はい、見えますかね。このぐらいの大きさのマジックテープのイガイガしてない方みたいな素材になってますね。でクリーナーがこれねちょっと小さいなって僕思ったんですよ。これで2000円です。じゃあやっていきましょう。でまずはちょっと使い勝手を見ていきたいので、この部分の鱗を除去していこうと思います。で現状は、水をかけるとこういった感じで、油膜も残っているわ、鱗もあるわみたいな感じですね。で水滴を軽く取る、軽くっていうのがどれぐらいかちょっとよくわからんのですが、とりあえずやっていきます。クリーナーをよく振る。でスポンジがあるのでここに液剤を、適量つけるんですが、いいなと思ったのはこの先端部分はちょっと細くなっているので出しやすい。これはいいなと思いました。でつけて磨いていきます。で粒子がねちょっと粗い感じですね。こうシャリシャリ聞こえるかな。僕普段水垢取りパッドを使っているんですが、それと比べても結構粒子が粗いですね。で弾かなくなるまでやっていくんですが、もうそもそもそんな撥水剤とか施工されていないので最初からそんな弾いてないですね。でずっとやってると乾いてくるので、軽くね水をつけてあげた方が使いやすいと思います。で薄い分ちょっとね僕は持ちにくいけど、イベントの時にあった声としては操作性がいい、結構ね使いやすいっていう人多かったです。こんな感じですね。そしたら洗い流して鱗取れてるか見ていきます。結構落ちやすいかも。白いのがね結構残ったりすることあるんですが、思ったよりさらっと取れましたね。で鱗っていうのは水がついてる状態だと分かりません。ちなみに何もしてないところと比較するとこんな感じですね。油膜とか残ってるとこう徐々に弾いて水がなくなっていくんですが、油膜が取れてるとこうベタッと水がついているような状態になります。でこうちょっと拭き上げて鱗を確認していきます。上側も拭き上げますか。完璧ではないけど取れてるな。かなり取れてますね。もう7割8割取れてる。けどこの辺残ってるな。見えるかな、この辺ね。なんでこの辺残ってるかっていうと、これは僕のせいですね。僕がそのテープ剥がれるのが嫌だから、この辺をちょっと抑え気味でやったせいなので、追加でやってみようと思います。ちょっと洗い流します。
どう？かなり減ったと思いますね。やっぱりここちょっと攻めきれてないところが残ってるけど、この辺ねかなり綺麗になったと思います。分かりにくいから上の方やってみますか。範囲が狭いんですが、この部分やってみようと思います。個人的にはね、水全然ないよりかはちょっとあった方が磨きやすいね。もちろん効果は弱まっちゃうかもしれないって書いてあったけど、それでも水を含ませたい。ここね割れちゃった。でちょっとね粒子がやっぱ粗く感じるので、マスキングはねした方がいいと思います。こんな感じで一回洗い流しますか。水はじきが変わったと思います。もう剥がしちゃおうか。まだ甘い部分あるけどだいぶ取れてね。やっぱ上の方ね、あと端ここテープ取れちゃうっつってあんまやんなかったところは取れてませんが、この辺重点的に磨いたところはかなり取れてると思います。これは動画でも分かりそうだね。で下のマスキングテープのところも残ってね、こんな感じです。そしたらこの面やってみますか。軽く拭き取って、こういった感じで油膜が結構残ってる場合は弾きます。これを取っていく。なるほどね。窓開けなくても薄い分この上の方とかやりやすいかも。完璧にやるんだったら下げた方がいいかな。持ち方がねちょっといまいちよく分かってないんですよ。やっぱこの側面を持った方がいいんだろうけど、薄いだからちょっとね持ちづらいっていうのはあるかな。あとやっぱ乾きすぎると滑りが悪くなっちゃうので、つけてあげた方が使いやすいな。一回ちょっと水をかけてみようと思います。端の方はやりきれてませんが、かなり水はじきはなくなったと思います。で鱗はね落ちるっす。で拭いてどうなの、まだいるけどかなり鱗は減りましたね。この辺まだ甘いか。とりあえず一旦僕が普段使っている水垢取りパッドとも比較していこうと思います。はい、そしたらフロントガラスですね。で一応状況としては発生しております。でハイブリッドストロングアルファ施工してあります、両方とも。でこれの落とす速度をですね、水垢取りパッドと比較していこうと思います。そしたらストップウォッチを使ってやっていきましょうかね。よーいスタート。で右側水垢取りパッドいきます。やっぱしんどいね。結構しんどいねっていうのは、この水垢に比べてハイブリッドストロングアルファとかは結構ね落としづらいです。でどこまでやるかっていうとこなんですが、鱗とかはとりあえず無視して、この弾いてるのが弾かなくなるまでを基準にしようと思います。結構ね施工したばっかだからかなり頑固。よし OK。 洗い流してみて取れてるかどうか確認していきます。はい、取れてそうですね。ちょっと端の方やり残し、マスキングテープがあるかな。よし、ざっくりこんな感じかな。左に比べて水はじきなくなったと思います。ストップウォッチ止めます。5分31秒です。そしたらペルシードの方も使ってみてどれぐらいでできるか見ていきます。そしたら反対側いきますか。5分31秒だよね、さっきが。でリセットしてスタート。ちょっと少量の水でいきます。でクリーナーの量がね少ないのでコスパ的。早っ、待って、早いわ。早くない？マジ？ちょっと待って、早いかも。結構早いぞ。クリーナーをちょっと足しながらやってるんですが、クリーナーのねそのコスパもちょっと気になってる部分でありますね。マジ早いな。申請現るって感じ。けどクリーナーが量少ないなこれ。ほぼ終わり。一回流します。出てるっぽい。やっぱ端の方甘いけどちょろっとだけやります。この辺ね取れてる。両方とも取れてますね。ストップウォッチ止めます。はい、劣化は4分25秒、1分6秒短縮してますね。早っ。一回拭いてもう一回水かけてみようと思います。っていうのもたまに水が弾かなくなるような液剤が入っていて、でパッと見落ちたように見えてるものがあるんですよ。で拭いてみたらあれ取れてないじゃんっていうケース結構あったりします。取れてるけど、若干甘い部分ある。これちょっと水を流してみます。
ああ、まあほぼ同じぐらいですね。取れてますね。ちょっと内側まだ甘い部分ありますが、けどもうほぼ取れてます。すごっ。はい、一応他の面もペルシードの油膜鱗取りを使って落としました。まあ若干ね甘いとこあるんですが、まあ全体的にもう落として、で残りの残量っていうとこなんですが、まあ大体3分の1ぐらいです。残りがね。3分の2ぐらいは消費したような感じです。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はこちら、ペルシードの油膜取り鱗取りクリーナーを使ってみました。で、使ってみた感想としては、よく落ちる。びっくりしました。まあ、水垢取りパッドと比較してみても、すごい落ちるなって思ったし、まあ、タイムだけじゃなくてね、実際に使ってても、あ、落ちるなって実感することができました。で、良かった点、まあ他に挙げるとしたら、このスポンジの薄さですね。薄いことによって、ドアバイザーとかの奥もちょっと施工できるって言っても、まあしっかりやるにはどうしても窓を開けたりしないといけないんですが、まあ、ちょっと上の方やりたいなっていう時、隙間に入ってくれるっていうのはいいなと思いました。いいところは、まあよく落ちるでしょ。あと隙間に入ってくれる。で、まあ操作性もね、まあ側面を持つとちょっとやりにくいんですが、手を添えながらやると、まあまあ使いやすかったかなと。そんなね、言うほど使いづらいっていう感じはしなかったです。で、まあ良かった点はそこなんですが、まあ気になった点はコスパですね。まあ1台ぐらい軽自動車やってみて、3分の2を消費しました。ここにはフロントガラス5台分って書いてあるので、5台分はまあきついかなとは思うんですよね。ここ2000円ぐらいするので、まあ、1500円ぐらい1台で消費したって考えると高いなとは思いますね。で、あとこのスポンジすごい良かったんですけど、マジックテープみたいなのがくっついてるんですよ。だから側面がちょっと硬くて、端の方施工してる時にシャリシャリ言うのが気になったかな。なんかちょっとボディ傷つけてそうだなって思いました。ぐらいですかね。まあ一番は除去力ですね。すごい早く落とすことができました。けどコスパがなっていうところかな。久々にね、ペルシードいいなと思った商品です。本当これがね、もっと大容量でもうちょっと安かったら、あ、これちょっとありだなと思ったんですが、車ね、1台2台ぐらいで終わっちゃうようだと、ちょっとな。まあ他にね、大容量なもの、まあ、キーロビンとか、まあこう比較すると、1000円ぐらいに対して2000円でこの大きさですね。ちょっと高いなって思うかな。けど本当よく落としてくれるので、まあこれはこれでありかなと思ってます。だからまあどっちを取るかではね、施工性っていうか、まあその作業スピードを取るか、あとはまあお金の部分ですね。まあお金出してでもっていう部分なのかっていう感じですね。まあとりあえずまあこんな感じです。まあ気になる方はぜひ購入してみてください。今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。